写本界のモナリザという本なので、神様の心が入ってるようなね、すごい綺麗な色になるでしょ。何年も探した後に見つけたのがイノシシと思うんですけど、毛がねすっごく難しいんです。だから何度も描き直さないとそれっぽい色が出ないのと、それと細い毛をいっぱい描かないといけなくて、すごく嫌なところです。見本になるようなものはあったりするんですか？これはシャンティが出しているデジタルの本なんですけど、この本を参考に書いています。フランスのシャンティ城に保管されているベリー公のいとも豪華なる地頭書という本です。写本界のモナリザと言われてるんですけど、一冊の本、大きい本なんですけど、その中のカレンダー部分を今再現しているところです。本来カレンダーなので12枚あるんですよ。で今9枚目を書いている状態なので、あとそれを入れると4枚で完成。写本はね、中世に印刷技術がまだ発見されていない頃にこの本をコピーする、印刷じゃない方法で増刷するっていうのが写本です。根本は聖書の内容を文章で書いたり絵で書いたりして、絵解き物語みたいな感じですよね。昔修道院で書かれてる時は修行の一環としてされてたと思うんですけど、神の言葉を映すとか、神の光を神様に捧げるものとして作っていた。はい、羊です。羊です。一頭ですよね。フランスから輸入しています。行って買うこともありますし、送ってもらうこともあります。ちょっとフランスと日本と気候が違うので、あんまり梅雨時にこういうことはあんまりしない方が、ちょっと空気乾燥してからこういう作業はした方がいいかもしれません。できれば秋とかそういう時期がいいかと思います。この粉末なんですが、絵の具がちゃんと乗るようにコウイカの骨と言われる部分です。イカ。
イカです。スルメイカとかじゃなくて、甲のあるコウイカのこの骨というか甲羅というか乳鉢で吸って粉にしたものです。お掃除用ビネガーを布に浸して表面をきれいに拭きます。はい。蜂蜜液、卵の白身を泡立てたものの透明な部分だけと、でゴムアラビック、アラビアゴムを混ぜたものがデトランプという溶剤、顔料を絵の具にする溶剤です。ではこれはフランスのセネリエのもの、私が気に入って使っているメーカーです。先ほど作ったデトランプ液を出します。この下のパレットのようなガラス板はすりガラスのガラス板です。ちょっと練りやすくなるまで。で次はモレットですります。少し最初は硬いので頑張ってね、すごい綺麗な色になるでしょう。ここはここですよね。ここはこの色に近い。色を見るにもこうやって拡大していったら本当に細かい部分まで、だからもうデジタルのおかげでこうやってこう細かく色が見れる。実際にその場所を見に行く、今はもうない場所もいっぱいありますけど、その実際の場所に行ってその建物を見るとかっていうのは私はすごく大事なことだなと思って、なんかやっぱり人間って見たことがないものってなかなか描きにくいって私は思うんですよね。この手前にブドウ畑がある。そのブドウ畑を描いてる。じゃあその現地のブドウ畑はどうだったんだろうとか、ちょうどこの角度から描いたよねっていうようなこう体験が沈殿されてて、これ今でも現実に1個だけ残ってるんです。でこの大きさがすっごく想像してたよりも大きかった。実際にそこの場所を見に行くと大きさが実感として伝わってくるので、自分中に入ったので入った気分も中はこうだったってこう感じられるっていうのはすごい大事なことのように思います。私は2006年にすごい大病をしまして、T 細胞リンパ腫っていう、病気になりました。入院中に
ここから返してほしいって神様にお祈りしたんです。で私はこのはっきりしたその宗教を信じてるわけじゃないんですけど、なんか祈りっていうのをすごく大事に思っていて、でここから返してもらったら神様の仕事しますから返してくださいって毎日祈ったんです。その後約束した神様の仕事って何だろうってずっと思い続けて、何年も探した後に見つけたのがこれだったんです。私はその病気から復活してから以降は私の大事な人生だと思ってるんです。その後本格的に勉強したくなって、でフランスで先生を見つけて、結局4人の先生に教えていただいて今に至ってます。この神様の絵っていうか聖書の絵を描いてるっていう気持ちが自分の根底にはあって、私のこだわりはこの絵に使う水にこだわっています。このように汲んできます。私はクリスチャンではないですけど、神様の気持ちに沿うように、お水はよく山にいただきに行ったり聖地のお水を使うようにしています。神様の心が入ってるような気がするだけですけど、気がします。この自答書を書いていなかったら暇だろうなぐらい今もう生活の中心なんです。時間を作ってゆっくり座って集中して書くっていうのがもう今日常生活になっているので、これがないとどうなんだろうって時々不安になる時もあります。だからこう瞑想に近いのかな、書いてる時神経集中してこう絵を再現することだけ考えてるから、こう瞑想状態に自分ではなってるんじゃないかと思います。昔の修道院の人たちも同じく写本をしながら修行というか神様のことを考えながら瞑想してたんじゃないかなと思います。